厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は普段クラシック音楽を聴かない人でもどこかで聴いたことのあるクラシック音楽、オペラ曲を10曲ご紹介します。どこかで聴いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。全部知ってたという方はグッドボタンで教えてくださいね。知らない曲があった方はぜひコメントで教えてください。それでは早速いってみましょう。1曲目はこちらです。運動会などでよく耳にする一曲ですね。こちらはイタリアの作曲家ロッシーニのオペラウィリアム・テルの序曲で、スイス独立軍の行進と呼ばれる部分です。序曲というのはオペラが始まる前にオーケストラだけで演奏される曲のことです。このウィリアム・テルというオペラは各国でいろんな呼び名があります。初演がパリのオペラ座で行われたため、フランス語ではギオーム・テル、原作はドイツ語なのでドイツ語でヴィルヘルム・テル、ロッシーニのイタリアで何度も上演されてきたため、イタリア語でグリエルモ・テルなど様々な呼び名があります。このオペラは13世紀のスイスが舞台です。スイスはオーストリアの支配下にありました。このオペラではスイスがオーストリアに勝利していくまでを描いているのですが、とても有名なのが頭上のリンゴを弓矢で射るシーンです。タイトルにもなっているテルという男性はスイスの愛国心の強い弓矢の名手です。ある日、オーストリアがスイスを支配したことを祝う記念行事が広場で行われていました。スイスの人々はオーストリアに支配されたことへの喜びを表明させられていたんですが、テルとその息子のジェミはこれに従わず、結局オーストリアの代官に息子のジェミが捕まってしまいます。代官は父親のテルに、息子を助けたければ息子の頭の上に乗せたリンゴを弓矢で射抜けと命じるのです。少しでも間違えればテルの弓矢が息子のジェミを殺してしまうという状況でも、この親子はお互いを信じ毅然としています。ちなみにこの時、テルが息子のジェミに語りかけるように歌うじっと動かないでという曲があるんですけれども、これが本当に最高で、バリトン歌手の繊細な表現力が良くも悪くも試されるような名曲だと思います。興味のある方はぜひ聴いてみてください。2曲目はこちらです。サッカーの定番曲としても愛されるこの曲は、オペラ王と呼ばれるイタリアの作曲家ヴェルディのオペラアイーダの凱旋行進曲です。オペラは古代エジプトを舞台にした恋愛ストーリーです。エジプトに奴隷として捕らえられているエチオピアの王女アイーダ、その恋人でエジプトの護衛隊長のラダメスに片思いをするエジプトの王女アムネリスの三角関係を描きます。この凱旋行進曲はまさに凱旋パレードのシーンで使われる曲です。エジプトのラダメス隊長が恋人アイーダの祖国エチオピアとの戦いに勝利をして、その凱旋パレードが行われています。パレードではエチオピアから略奪したきらびやかな宝物がたくさん持ち込まれ、その後にエチオピアの捕虜たちが連行されてきます。その捕虜の中にはアイーダの父のエチオピア国王もいました。捕虜全員の死刑が叫ばれる中、アイーダは必死に慈悲を訴えます。そんな恋人の姿を見たラダメスはエジプト王に自分の先行の褒美としてエチオピアの捕虜たちを全員自由にしてほしいと願い出るのです。エジプト王はラダメスのこの願いを聞き入れる代わりに、ラダメスに王女アムネリスと結婚し、次のエジプト王になるように命じます。アイーダとラダメス、そしてアムネリスがこの後どうなるのか、いつかこのオペラのあらすじも動画にしようと思います。3曲目はこちらです。
フィギュアスケートの荒川静香選手が2006年のトリノオリンピックで金メダルを獲得した時に使用されたことでも有名になった曲です。これはイタリアの作曲家プッチーニのオペラトゥーランドットの誰も寝てはならぬという曲です。オペラの舞台は中国の北京です。中国皇帝の姫トゥーランドットと姫に一目惚れをしたタタールの王子カラフの物語です。物語の始まりはかぐや姫にも似たストーリーです。カラフはトゥーランドット姫に愛を告白しますが、姫は3つの謎を解けたら結婚はするけれども、解けなければ死刑にするというふうに言います。実際これまでこうして何人もの王子たちが謎を解くことができず死刑になってきたのです。カラフは見事この3つの謎を解くことができたのですが、約束に反してトゥーランドット姫は結婚を嫌がります。そこでカラフは今度は逆にトゥーランドット姫にこんな謎を出しました。私の名前を明日の夜明けまでに当ててください。もしあなたが謎を解くことができれば、私は死刑になっても構いません。トゥーランドット姫はこの男の名前を明らかにするよう街中に命令を発します。男の名前がわかるまで誰も寝てはならぬと。その命令を耳にしたカラフが歌うのが誰も寝てはならぬです。歌詞の内容を意訳するとこんな風です。誰も寝てはならぬと姫君はおっしゃる。それでもあなたは私の秘密を解き明かせないでしょう。朝の光が訪れたら私自身から名前を告げましょう。夜よ消え去れ、星を沈め、夜明けには勝利は私のものだ。続いての4曲目はすごく悩みました。実は一つのオペラに有名な曲がたくさんあるんです。それがフランスの作曲家ビゼーのオペラカルメンです。順番にいくつか紹介していきましょう。まず舞台が始まる前に第1幕の前奏曲としてこちらの有名なフレーズが流れます。こうして舞台は始まり、美しく怪しい魅力のある女性カルメンが登場します。カルメンが印象的に歌ってるのがこちらの曲です。この音源はオーケストラの演奏のみですが、オペラではソプラノ歌手が非常に色っぽく歌い上げます。物語は自由奔放なカルメンに恋をした真面目な兵士ホセの運命が狂っていくストーリーです。ホセはカルメンの誘惑によって婚約者もして仕事もダメになりますが、カルメンの方は移り気で闘牛士に乗り換えてしまいます。その闘牛士と共に闘牛場に現れるシーンではこちらの曲も流れています。このようにオペラカルメンでは印象的な曲がたくさん流れるので、オペラ初心者にもおすすめしたい舞台の一つです。続いて5曲目はこちらです。CM や映画など様々な場面で使われる耳なじみのある曲ですよね。こちらはイタリアの作曲家ポンキエッリのオペララ・ジョコンダの時の踊りです。舞台は17世紀のベネチアです。タイトルにもなっているジョコンダは美しい歌手で盲目の母をいつも気遣っている優しい女性でした。そして恋人のエンツォを心から愛していました。しかしある日の仮面舞踏会でエンツォは昔の恋人ラウラと再会します。ラウラはすでに結婚していましたが、2人は再会し昔の思いを再燃させます。
それを知ったのがバルナバという男性です。このバルナバはジョコンダを口説いていたので、ジョコンダとエンツォを別れさせるチャンスだと思いました。そしてバルナバはエンツォとラウラを密会させる手助けをしたのです。バルナバはジョコンダとラウラの夫にその密会の情報を告げ口していました。密会を知ったジョコンダはラウラを追いかけ問いただします。しかしその時ジョコンダはラウラが自分の母親を助けてくれた人だと知りました。そこにラウラの夫も追いかけてきたので、ジョコンダは母の恩人ラウラを逃がしてあげることにしました。その後ラウラは夫に服毒自殺を命じられますが、これもジョコンダが助けて一命を取り留めます。そしてシーンは変わり、連日続く仮面舞踏会でバレエ音楽が流れます。それがこの時の踊りです。最終的にこのオペラは心優しいジョコンダが亡くなり、不貞したエンツォとラウラ、そして悪役のバルナバが幸せに生き残るという、なんとも個人的には後味の悪いオペラなんですが、それだからこその不思議な魅力のあるオペラでもあります。6曲目はこちらです。オーストリアの天才作曲家モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」の序曲です。オペラの舞台はイタリアのセビリアです。フィガロという男性の結婚をめぐる悲劇的なストーリーになっています。フィガロは伯爵の家来で、伯爵夫人のメイドのスザンナと婚約していました。しかしフィガロの主人である伯爵は自分の妻のメイドスザンナを気に入っていて、初夜権を復活させようと目論んでいたのです。そこでフィガロとスザンナは一計を企てます。夫の心が離れていることを嘆いている伯爵夫人も巻き込んで、伯爵を騙す計画を実行するのです。これはフィガロやスザンナという使用人が貴族の伯爵をある意味打ち負かすストーリーになっています。市民と貴族の対立を個人的な立場に置き換えて表現している作品なので、貴族批判であるとしてたびたび上演を禁止されました。フランス国王のルイ16世に至っては、これの上演を許すくらいならバスティーユ監獄を破壊する方が先だと激高したというエピソードも残っています。ちなみにこの物語が始まる前、伯爵がまだ結婚前の時代を描いたのがロッシーニのオペラセビリアの理髪師です。セビリアの理髪師というのがフィガロのことなんですね。フィガロの結婚が好きな方はぜひロッシーニのセビリアの理髪師も見ていただきたいですね。続いて7曲目はこちらです。CM でもよく使われる名曲ですよね。こちらはドイツの作曲家ワーグナーのオペラニュルンベルクのマイスタージンガーの第1幕への前奏曲です。基本的にオペラは台本作家が作ったシナリオに作曲家が曲を書くのですが、なんとワーグナーは台本も曲も両方自分で作っているんです。オペラの舞台は16世紀のニュルンベルクで、マイスターと呼ばれる職人の親方に若い騎士が育てられて成長するという物語です。マイスタージンガーのジンガーはシンガー、つまり歌手です。職人としては親方の立場でもあり、職人仲間で騎士道を歌にして歌っていました。ある日、若い騎士のバルターが町にやってきて、マイスターの娘のエーファに一目惚れをするのですが、エーファと結婚するにはマイスターの資格が必要だと言われてしまいます。そこでバルターはエーファと結婚するためにマイスターの試験を受けることにしました。その中には歌の試験もあったのですが、何も知らないバルターは複雑な歌の規則を無視して自由に歌ったため、試験は失格になってしまいます。しかしそんな中でも靴屋のマイスターのザックスは若いバルターの才能を見抜いていました。実はこのザックスもエーファを愛していたのですが、バルターとエーファがお互い愛し合っていることを知り、ザックスは自分の気持ちを諦め、バルターに丁寧に歌を教えてあげることにするという話です。途中ではずる賢いライバルが出てきたり、長い歌が朗々と披露されるなど、見どころのたくさんあるオペラです。ワーグナーのオペラのストーリーは、日本を代表するテノール歌手福井圭さんがこちらの動画で詳しく解説してくださっていますので、ぜひご覧ください。8曲目はこちらです。
なじみの曲ですね。こちらもワーグナーが作ったオペラ、ローエングリンの婚礼の合唱という曲です。オペラの舞台はブラパント公国です。魔女のオルトルートは若い領主ゴットフリート公を白鳥の姿に変えて追放してしまいます。そしてゴットフリート公の姉のエルザを弟殺しの犯人として仕立てました。決闘裁判が行われるのですが、エルザには代理人になってくれる騎士はいません。しかしエルザが神に祈ると、白鳥が引く小舟に乗った騎士がやってきました。白鳥の騎士は自分の名前や素性を決して尋ねないことを条件にエルザの代理人を引き受けます。騎士は決闘に勝利し、見事エルザは身の潔白が証明されます。そしてエルザは白鳥の騎士と結婚することにしました。しかし魔女のオルトルートは今度はエルザに対して名前も素性も明かさないのは怪しいのではと揺さぶりをかけます。不安を抱えたエルザでしたが、白鳥の騎士との挙式が始まります。そこで流れるのがこの曲です。一見幸せに満ちた曲に聞こえますが、実はこの挙式の後、不安に耐えきれなくなったエルザが白鳥の騎士に禁断の質問をしてしまうのです。そして騎士はエルザの元を去ってしまうという別れの前触れの曲でもあるのです。ちなみに明かされた騎士の名前は、このオペラのタイトルにもなっているローエングリンでした。ローエングリンがエルザの元を立ち去る前に祈りを捧げると、1羽の白鳥が飛んできます。そして魔女の魔法は解け、白鳥はゴットフリート公の姿になりました。しかし騎士ローエングリンとの別れでショックを受けたエルザは息絶えてしまうというストーリーです。9曲目はこちらです。名作映画地獄の黙示録で使われたことでも知られるこの曲は、またまたワーグナーのオペラ、ニーベルングの指輪のワルキューレの騎行です。このニーベルングの指輪というオペラは、なんと4夜にわたって上演される非常に長く壮大な作品です。世界を支配できる黄金の指輪をめぐって争う神々や英雄、そして人間たちの壮大なストーリーが描かれています。この曲、ワルキューレの騎行は2夜目にあたる舞台、ワルキューレの中で描かれます。ワルキューレというのは空を自由に飛ぶ俊足の馬にまたがって戦いの勝敗を決める女神たちのことです。主神ボータンの娘9人がワルキューレと呼ばれるのですが、その中の長女のブリュンヒルデが父のボータンから英雄ジークムントを戦死させるように命じられます。ブリュンヒルデはジークムント本人にそれを告げるのですが、ジークムントは戦いの女神の決定を知っても一切諦めることはありませんでした。ジークムントは妹のジークリンデを女性として愛していて、彼女を守るために戦い抜くと宣言したのです。その強い愛に心を動かされたブリュンヒルデは、父ボータンの命令に背き、ジークムントとジークリンデを助けることにします。これに怒ったボータンはブリュンヒルデを追いかけます。ブリュンヒルデが岩山の頂上に逃げているところにワルキューレの妹たちが駆け寄ってくるというシーンでこの曲は使われています。緊迫感と疾走感のあるこの部分、もう一度お聴きいただきましょう。オペラの歴史を変えたと言われるスーパースターワーグナーの生涯と名曲はこちらの動画でご紹介しています。ぜひご覧ください。いよいよ最後の曲はこちらです。
動会の定番曲ですね。オッフェンバックのオペレッタ地獄のオルフェの序曲でカンカンとかギャロップと呼ばれます。地獄のオルフェは日本では天国と地獄と呼ばれたりもします。これは正確にはオペラではなくオペレッタというジャンルの作品です。オペラは皇族や貴族、上流階級の市民向けの歌劇で、オペレッタはより庶民的で親しみやすい大衆的な娯楽の歌劇です。笑いの要素がふんだんに取り入れられていたり、恋愛や空想のストーリーも多く、世相を表した作品もあります。このオペレッタ地獄のオルフェもまさに笑える作品です。名作オペラとしても知られるギリシア神話オルフェオとエウリディーチェのパロディ作品なんです。元になったオルフェオとエウリディーチェは日本の神話にも出てくるようなストーリーです。夫のオルフェオが毒蛇に噛まれて亡くなった妻のエウリディーチェを取り戻すために、連れ戻すまでは決して妻の顔を見てはいけないという条件で黄泉の国に向かいます。しかしエウリディーチェは自分の顔を見ようとしない夫に不信感を持ち、道の途中で座り込んで動かなくなってしまいます。そして痺れを切らしたオルフェオはついにエウリディーチェの顔を見てしまうというストーリーなんです。この地獄のオルフェというオペレッタは、もしもこの夫婦の仲が悪かったらという設定で書かれたパロディなんです。夫のオルフェは浮気相手に夢中で、妻のウリディスが毒蛇に噛まれて死んでも喜んでいました。しかしそこにセロンが現れます。実際にオペレッタにセロンというセロンを擬人化した役が出てくるんですね。そしてオルフェはセロンに連れられてやむなく妻を助けに向かいます。一方、妻のウリディスがいる黄泉の国では神々の王ジュピテールがいました。ジュピテールは女癖が悪く、ウリディスも誘惑していました。なんとウリディスの方も乗り気で、2人は変装して宴会に出席し、その後こっそり抜け出そうとします。しかしそれが見つかってしまったところでオルフェが来るのです。オルフェはセロンに見張られながらジュピテールに妻を生き返らせたいと心にもない願いをします。ジュピテールはオルフェの願いを聞き入れるふりをして妻の方を振り返ってはいけないことを条件に出します。ジュピテールは夫が愛する妻の顔を見ないわけがないと思っていたのです。しかし実際はオルフェはウリディスに一切興味がなく、一向に振り向く気配もありません。困ったジュピテールはオルフェの背後で落雷を起こします。それに驚いたオルフェは思わず振り返ってしまうのです。こうして振り返ったオルフェはもう妻に会わなくていいと喜び、一目散に浮気相手の元に帰ります。ジュピテールとウリディスも喜びます。そしてセロンだけが納得いかないという結末で物語が終わります。さて、これで10選でしたが、番外編としてこちらの曲も紹介したいと思います。こちらはバイオリンの名曲として知られていますが、実はもともとはオペラの曲なんです。フランスの作曲家マスネのオペラタイスの瞑想曲です。独立して演奏される時にはタイスの瞑想曲と呼ばれますね。今回はクラシックを普段聴かない人でも耳にしたことのあるフレーズ、オペラ編を紹介してきましたがいかがでしたか？この動画が良かったという方はぜひグッドボタンで教えてください。感想はコメントでお待ちしています。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽の魅力を発信しています。すでにこちらの交響曲についても出しましたが、これからピアノ曲や協奏曲、管弦楽曲やバレエ音楽など別のジャンルの有名曲もご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！